自分はダニと大豆のアレルギー持ちなので、洗濯はかなり大変です。ダニの卵を殺すためには熱湯を処理するしかなく、洗濯の途中で洗濯物を入れたバケツに熱湯をぶち込んで30分待つという方法をとっています。また大豆のアレルギー持ちなので、普通の洗剤や柔軟剤が使えないので、洗濯石鹸を使っているんですが、なかなかに面倒なんです。最初にまず30分60度弱のお湯につけます。これやってる人はあんまりいないでしょうから、詳しく解説します。狙いはダニとその卵を最初にできるだけ洗濯物から分離すること。80度のお湯だとダニの卵を殺す際がタンパク質が固着します。フライパンのおかげみたいにね。あるいはゆで卵、白身が固まるのは70度くらいですから、そうなると服や毛布からずっとアレルゲンが出てくることになり、不快なことになるわけです。微量ですよ。だが不快なんです。ずっとですよ。ずっとしばらくね。60度だとダニ生体も死に体だし、卵の集合体も接着剤も分離し、水に溶け出すかなと。この接着剤、わかりますか？服や毛布に埋め付けられた卵が何らかの接着剤によってくっついているわけです。この接着剤も有機材ですから、有機物ですから、僕にはかゆいわけです。この成分を吹き飛ばすと、洗濯途中にある80度の熱湯設備で大量のタンパク質の固着が発生します。普通に洗濯した時の接着剤が残っているヒーターに生体さえ線にしがみついて残っている可能性があります。で、この60度熱湯処理ステージのおかげで80度の熱湯処理ステージでのタンパク質の固着が最小限に抑えられるというわけです。昔は80度での熱湯処理しかやってなくて苦しめられて、私に原因がわからなかったんですよ。父親の親父がまな板を常に洗って清潔にしているっていうのを見まして、テレビでなんでね、その親父が言ってくれたわけです。熱湯をかけちゃダメだよ、ぬるぬるになっちゃうからね。んでタンパク質の固着に気がついた。ダニの熱湯処理に同じだと。あとね、このバケツに入った洗濯物を運ぶこと自体がやばいわけです。これは暑い寒いと湿度状況によります。夏で湿度 60% 以上だともうそれはダニがあっちこっちで人間に飛びつこうと手ぐすねを引いてますからね。前日雨とかだとやばさ倍増です。こういう時は真っ裸になって運んで第一ステージ処理後そのまんま全身洗うわけです。石鹸で結構しっかりね、シャワーで流すだけじゃダニは落ちてくれませんから。しかしそうなるとこの日はもう危ないこと何にもできません。買い物も宅配の箱を開けるのも押し入れごそごそやるのも、年寄りは1日2回も全身洗ってられませんからね。今は2月でダニ生態はほぼいないし、
ダニに飛びつく元気なんかありませんから。小さいバケツでお湯で粉石鹸を溶かしています。事前にやっておかないと最後まで粉が残ったりしますから、この瓶に溶かしているのは石鹸を使う場合の柔軟剤。クエン酸で2回目と3回目のすすぎの時に投入しています。30分後、バケツの洗濯物を洗濯機に移すわけですが、生き残りのダニに飛びつかれないように用心しないとね。いい具合に温められたダニが復活してたり、卵が孵化する可能性もなきにしもあらずです。ダニは飛ばない？僕は言っちゃいけません。足があるんだから飛ぶでしょう。それは見たことはありませんよ。しかし、実感として飛びつかれています。私の感想というかね、実感です。バッタバッタなんだって飛ぶとき、ぐっと溜めて飛びますよね。あんな感じで飛びます。体力もほぼ 100% 使って、もう一度飛べるのは10分後ぐらいだね。洗濯は長めに12分とって6分の脱水。この音楽鳴らす家電が嫌い。皆さんは洗濯の時に2回聞くんでしょうが、僕は10回くらい聞かされますよね。もうイラッと。あと、一つの洗濯始まるの遅すぎ問題となりまして、他のメーカーはすぐ始まるんですけども、一体何を待ってるのかっていう納得できません。私はプログラマーでしたからバグです。ただのバグです。22分後。
すすぎ1回目、冬場はお湯投入のために毎回止めながら。15分後、クエン酸投入、すすぎの2回目。この脱水後、すすぎの水が出始め直後にストップを押さないと蓋開けてくれないんですよ。失敗しても30秒後くらいには開けてくれるんですかね。まあ何を待たせてくれちゃってるんだって話なんですよ。下手なプログラムかけやがってももうろくに検査もしてないって情けないって思っちゃうんですよね。まあもう事実情けない。あと、また音について言いますが、蓋を閉めると音が止まるんですけど、鳴りやまない時が約3割あるんですよ。これもプログラムとしてひどすぎますよ。日立さん。音楽聴きたいので、まあすぐ蓋閉めてるわけですが、止まらないとそれはもうイラッとしますね。この洗濯機安い機種ですがね、高い機種だと良いプログラムと検査時間もたっぷりとか、まあ期待できるわけがありません。安いが一番売れてるはずで、つまりフラッグシップモデルでこれですからね。安い機種は容量とパワー、いや高い機種は容量とパワーが増加、そしてちょっとした機能追加程度でプログラムは利用のはずですから。10分後、クエン酸投入、すすぎ2回目。
夜間1の湯沸かし開始。9分後、すすぎ3回目。3分後、夜間2の湯沸かし開始。夜間1はガスの方に移動して保温。このアイエッジはこの湯沸かしにしか使ってませんし、そばに置いておけません。絶対にどうしようもなくね。湯沸かしでは主役ですからね。10分後。夜間3の湯沸かし開始。夜間1、2で熱湯処理の開始。
夜間イオンの湯沸かし開始。4分後、夜間イオンの湯沸かし開始。6分後、夜間3、4の熱湯投入。これ空気を抜き、最終的に水面下に全て沈めてます。生き残りが一匹も出ないようにね。イオンは80度はあるはずです。おかげで一般細菌も死滅するっていう、良い副作用もあります。30分後、最後のすすぎと脱水。そういえばここにもクソバグがあります。マニュアルで水量を指定して洗濯始めると30分で終わると表示が出て、そんなバカなと見合ってたんですが、1回目か2回目のすすぎ後の脱水の後、水が溜め出したと思ったら即水を捨ててて、また脱水とっていうのを発見したわけです。つまりすすぎは1回丸々スキップされてるわけです。こんな簡単なプログラムでよくこれほどバグを作れるものだと感心します。それ以上に点数は全くやってないという事実に呆れるばかりです。洗濯機作ってる会社ですし、プログラムにバグがあるもんだし、検査が必要だってことを知らないのか。軽く考えてるんでしょうね。ユーザーのことなんか1ミリも考えてませんね。20分後、あとは押すだけ。お疲れ様でした。おまけ。なぜダニとダニの卵を殺すためには熱湯処理するしかないか。それは普通に洗濯するだけでダニ生態のほとんどと卵もある程度は落とせるかもしれません。しかし一匹の生態でも卵でも生き残りが出れば、自分にはもうそれは失敗になるわけです。この失敗って分かりますか？後でひどい目に遭うってことなんですよ。すぐに。ダニのサイクルは早いですから、一匹があっという間に数百数千ですからね。なぜ大豆アレルギー持ちは普通の洗剤や柔軟剤が使えないか。界面活性剤という水と油を混ぜるための追加界面活性剤という水と油を混ぜるための添加物が使われていまして、その原料がほぼ
100% 大豆だから。これはもうアメリカのせいで、大豆の油の搾りかすが大量にアメリカにあったっていうだけなんです。本当は何の植物でもいいはずなんだよな。例えばパスタを作るときソースに茹で汁を加えると油っぽさが消えますが、これは茹で汁の小麦が乳化剤の役割を果たしているからですね。乳化剤っていうのは食物関連用の界面活性剤の別名です。界面活性剤っていうのは食い物に使っていい名前じゃありませんからね。そんな名前の添加物の入った食い物食べたくありませんよね。話を戻して、油の搾りかすの有効活用となるとやっぱり豆なんだよね。材料としていかにもいっぱい取れそうでしょ、皮の部分。しかし他の豆だったらなとか、私としては愚痴りたくなるの分かりますよね。その他の有力の穀物としてはトウモロコシなんですけど、しかしあっちはもう圧倒的にうまい。もうラスカルが夜中に逃げ出してくるって食い漁るぐらいだしね。材料残りませんね。全部牛の飼料になりますね。牛だっても美味しく食ってるわけですから。豆なんかもアクを取ったり発酵させたりしないとクソまずいですからね。もうトホホですよ。しかし界面活性剤の原料が大豆一択っていうのは良くない。遺伝子がそうだってだけでいじめに他ならないし、何の保証も補填も政府はしてくれませんからね。民主主義がまだ未熟ってことですがね。皮肉は言わせてもらいますよ。もう一つ言わせてもらいますが、他人事じゃありませんよ、皆さん。なぜならアレルギーって決してレアじゃないし、大豆も2、30人1人くらいのヒット率です。そしてアレルギーは多分遺伝ではありません。要するにどんな両親の子でも等しく大豆アレルギーである確率は同じだし、確率は高いということです。その確率は高いということです。あなたの将来の子供も同じですよ。僕は大豆とダニの現代最悪の2大アレルギーの両方を持つ、少なくとも400人に1人のついてない男ですがね。日立の洗濯機いじめすぎ？そんなの知りません。すべて事実ですから。悔しかったらいいもん作ってみろってんだよ。それに誰だって製品批評する権利があるでしょ。